いつも新しい知識や視点を探求しているあなたへ。はい。今日はですね、音楽機材の歴史において絶対に越えられないと思われていた壁がいとも簡単に突破された話をしたいと思います。それってまさか？はい、そのまさかです。今回私たちが深く掘り下げるのは、2022年の発売以来、ドラムコンピューター兼シンセサイザーとして愛されてきたエレクトロンのシンタクトです。ついに来ましたか。なんとそのシンタクトの歴史が塗り替えられました。歴史がですか？そうなんです。これまでアーキテクチャ的に絶対無理だと言われていたサンプルのインポートと再生がですね、魔法のエンジニアリングによって可能になったんですよ。いやー、これは本当に途方もないパラダイムシフトですよね。まさにただのアップデートじゃなくて、もう新しい楽器の誕生に等しい大事件だと思います。本当にそうですね。なので今回はこのエレクトロンシンタクト OS1.40 の全貌と実践的な使い方を丁寧に深掘りしていこうと思います。よろしくお願いします。それにしても2026年3月4日の正式発表に至るまでの海外コミュニティの熱気すごかったですよね。めちゃくちゃ盛り上がってましたよね。事前のリーク騒動とかもあって。ありましたね。YouTuber のソン・ウー氏の動画が出回ったりとか、はい。あとアローコとかエレクトロンのスタッフ自身がテスト動画を誤ってアップロードしちゃった件もありましたよね。ありましたありました。新しいサンプルプレイヤーの画面がバッチリ映り込んでて、あの時のレディットの騒ぎはすごかったですよね。ですよね。ここ最近はトンベルクとかディジタクト2の話題ばかりで、ええ。だからレディットでもシンタクトは見捨てられたんじゃないかっていう悲観論すら漂っていたじゃないですか。そうなんですよ。ついにサンプルが来るのか、いや巧妙なフェイクだろうって大激論になってましたよね。中には永遠に変わってしまう前の純粋なシンタクトに捧げるトリビュート動画を作るユーザーまでいたくらいですからね。愛されてますね。でもそんなファンの熱気に応えるように、発表前日の3月3日にエレクトロンの公式 Facebook にティーザーが投稿されたんですよね。130の最後の大騒ぎ OS140 は3月4日に到着しますっていう、あの週間のネット上の爆発力たりや、世界中のトラックメーカーが今年の新世界のゲームオブザイヤー確定だって絶賛しています。もうお祭り騒ぎですね。なので今日は今回追加された膨大な項目の中から特にヤバい4つの目玉機能に絞って解説していきます。その4つとは、まず1つ目、デジタルマシン SP ツインショットによるサンプル再生機能。2つ目がトラック同士を連動させるトラックリレーションズ。はい。3つ目、ライブパフォーマンスを激変させるコントロールオールコンフィグ。そして4つ目が表現力を爆発させるキートラッキングです。どれも強力な機能ばかりですね。今回はステップバイステップで丁寧に解説していくことをお約束します。はい、ぜひお願いします。でもその前に、今まさに手元のシンタクトをアップデートしようとしているあなたにですね、絶対にお伝えしたい注意点があるんですよね。そうなんです。まずステップ1ですね。エレクトロン公式サイトのサポートページから公式パッケージをダウンロードします。ここで最大の注意点があるんですよね。はい。OS 単体ではなく、必ずオーバーブリッジやトランスファーの最新版、そして公式の無料サンプルパックが全てセットになったオールインワンのパッケージを選ぶようにしてください。これ重要ですね。そしてステップ2、PC 用ソフトウェアのアップデートです。転送アプリのトランスファーをバージョン 1.1.0.3 以上にアップデートしないとサンプルが送れません。なるほど。さらに DAW 連携用のオーバーブリッジも最新版にインストールし直してください。わかりました。続いてステップ3、本体のアップデートです。シンタクトを USB で PC につないで、トランスファーアプリのコネクションページで接続します。はい。そしてドロップページに OS ファイルをドラッグ&ドロップして本体画面で Yes ボタンを押します。これで本体は完了です。ついにステップ4、サンプルの転送ですね。再起動後、トランスファーアプリのサンプルズという項目に公式サンプルパックのウェーブファイルをドラッグ&ドロップします。ここでさっき言っていた絶対に伝えたい注意点ですね。そうです。これを聞いているあなたに絶対に知っておいてほしいんですが、シンタクトのサンプルスロットはデバイス全体で共有する64個のみなんです。デバイス全体でですか？プロジェクトごとに64個じゃなくて。そうなんですよ。だから後から一番スロットのサンプルを上書きしてしまうと、過去に作った別のプロジェクトの一番の音まで全部
入れ替わっちゃうんです。うわー、それは怖いですね。無限にサンプルを持てる DAW の感覚でいると大事故になりますね。ですよね。だからこそ自分だけの最強の64音を厳選して慎重にパレットを構築するようアドバイスしたいです。不自由さの中の美学、エレクトロンらしいです。じゃあその厳選したサンプルをどう使うのか、一つ目の目玉機能 SP、トゥインショットの実例に入りましょうか。はい。これただのサンプル再生じゃなくて、一つのトラックで2つのサンプルを同時に鳴らせるデュアルスロット仕様なんです。アタック音と同なりのレイヤリングがこれ一つで完結しちゃうんですね。まさに。じゃあ、ステップ1です。1から8までのデジタルトラックから1つ選んで、マシン選択画面でシンワシンのトゥインショットを選びます。はい。ステップ2。これ海外フォーラムで話題の組み合わせなんですが、スロット1にアタック用のトランジエント57を読み込みます。ほうほう。そしてスロット2にボディ用として名機アナログ4のコードプリセットのような響きを持つサンプル17を読み込むんです。いいですね。そこからの加工はどうなるんですか？ステップ3に行きます。特にスロット1の加工が強力でして、ええ。再生方向の反転とか専用フィルター、ディケイエンベロープなんかでバシバシ音を作り込めるんです。最大の長さはどれぐらいなんですか？最大長は5秒ですね。短い波形のループも可能です。5秒あればいろいろできますね。そうなんです。海外の YouTuber がですね、パーティクルっていうプロフェット風のシンセ音をサンプリングして、オシレーター波形と重ねて、シンセサイザー的な使い方を実演していたエピソードも紹介されていました。面白い。最後にステップ4です。ブレンドつまみで2つのサンプルの音量バランスを調整して、共通のデジタルオーバードライブをかけてなじませます。なるほど。ただポンとサンプルを鳴らすだけじゃなくて、シンタクトの強力な申請エンジンを補強するためのストイックな設計なんですね。本当に素晴らしいです。そして2つ目の目玉機能がトラックリレーションです。これもやばい機能ですよね。はい。これまでのシンタクトにも NEI っていう隣のトラックを参照する条件トリガーがありましたよね。あれとは違うんですか？全く異なります。従来の NE 条件は、あくまで隣のトラックの条件が満たされた時だけ鳴らすというシーケンス上の条件付けでした。はい。つまり物理的に隣のトラックに配置しなければ連動させられないというルーティング上の大きな弱点があったんです。しかし今回のトラックリレーションズは、パターンメニュー全体にかかるマクロ設定として機能します。つまり隣同士のトラックじゃなくてもいいってことですね。はい。大きく離れたトラックや、さらには FX トラックとも連動させることが可能になりました。ステップ1としてパターンメニューからトラックリレーションズを選択します。はい。ステップ2で例えばトラック2というデジタルトラックにクラップのサンプルを割り当てます。ええ。そして離れたトラック10というアナログトラックにアナログスネアを割り当ててトラック2を叩いた瞬間自動的にトラック10も鳴るように設定します。ということは、ステップ3ですね。トラック2にシーケンスを打ち込みだけでトラック10のアナログスネアも同時に発音されて分厚いレイヤーが完成するんです。トラック10単独でのシーケンスも可能なわけですよね。その通りです。だから複雑なシンコペーションも簡単に作れてしまうんですよ。ライブの即興性が跳ね上がりますね。ライブといえば3つ目の目玉機能コントロールオールコンフィグが本当に救世主なんです。救世主ですか？ええ。従来のコントロールオールってトラックボタンを押しながらフィルターやディレイのつまみを回すと全12トラックが一斉に変化する凄まじい機能じゃないですか。最高に気持ちいいビルドアップが作れるあれですね。はい。でも問題点としてキックやベースの低音まで削られちゃってフロアの熱が冷めるスカスカ事故が起きがちだったんですよね。ありますね。あれやっちゃうと本当に冷や汗かけます。そこで新機能の解決策です。OS1.40 のコントロールオールコンフィグで特定のトラックを影響から除外できるようになりました。おお。手順は簡単で、ステップ1と2としてパターンメニューからこの機能を開いて、芯を残したいトラック9のキックと
トラック11のベースをオフにして除外します。それだけでいいんですか？はい。ステップ3として、これで安全なパフォーマンスが実現します。パーカッションやシンセが狂ったように変化しても、キックとベースはどっしりとビートを刻み続けるんです。それは安心ですね。安心してつまみを振り回せます。そして最後、4つ目の目玉機能が、魔法のシンセを作るキートラッキングです。これもコミュニティで大絶賛されてますよね。はい。最大4つのパラメーターを自由に選んで、音階に合わせて変化させることができるんです。どんな風に設定するんですか？まずステップ1と2です。サウンドメニューのセットアップからキートラッキングを開いて、変化の基準となるアンカーノートを設定します。例えば C3 ですね。 C3 ですね。そしてステップ3で4つの枠にパラメータを割り当てます。1にオーバードライブの強さ、2にディレイの鮮度量、3にベースウィズみたいな感じです。はいはい。そして高い音を弾いた時だけ数値が上がるように設定しておきます。そうするとステップ4でどうなるんですか？低い音を弾いているときはタイトなクリーンベースなんですが、オクターブ上などの高い音を弾いた瞬間、強烈な歪みと深いリレーがかかった金属的なリードサウンドに表変するんです。うわー、名機 DX7 のキーボードスプリットを彷彿させますね。まさにコミュニティでもそう言われています。単なるドラムマシンから本物の総合シンセサイザーへ進化したって。いやー、お腹いっぱいのアップデートですね。でもこれ以外にも細かな改善点があるんですよね。はい。QOL アップデートも素晴らしいですよ。プリペアミュートです。これ便利ですよね。ですよね。事前にミュート状態を予約しておいて、任意のタイミングで一斉に反映できるようになりました。これで指がつりそうになる問題から解放されます。アクロバティックな操作も嫌いじゃなかったですけど、やっぱり助かりますね。本当に今回のアップデートは信じられないボリュームですね。海外フォーラムのユーザーの書き込みですごく印象的なものがありましたよね。あれですね。そしてエレクトロンは言った。サンプルよ、あれ。するとそこにはサンプルがあった。エレクトロンはすべてのものを見て、それが非常に良いと知った。という。聖書の天地創造になぞらえれるほど待望されたアップデートだったってことですよね。はい。OS1.40 によって、シンタクトは自分だけのサンプル資産と強力なシンセエンジンを融合させた究極のハイブリッドグルーブボックスとして生まれ変わりました。触っていると本当に時間が解けていきますよね。全く同感です。さて、このディープな探求に付き合ってくださったあなたに問いかけたいと思います。はい。手元のシンタクトにサンプルは無事入りましたか？そして皆さんはこの64個の枠にどんな音を詰め込みますか？ぜひ皆さんのこだわりのサンプルレシピをコメント欄で教えてほしいですね。はい、お待ちしています。この動画が役に立った、早くシンタクトのつまみを回したくなったと思っていただけたら、ぜひ画面下の高評価とチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。皆さんの応援が次もこんなマニアックな機材解説動画を作る何よりのモチベーションになります。見逃さないためにもベルマークの通知音もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。それではまた次回の動画で素晴らしい音楽制作ライフを。